完全に30分前ぐらいに思い立ってきたんですけど、ビリー食べたいなと思って来てしまいました。なんか昨日いわきにオープンしたみたいですね。福島初店舗。隣のこの有頂店が今日定休日で、今3組ぐらい帰っていきましたね。ビリー行けばいいのに。今日久々に野菜多めにしてみたんですけど、むっちゃ食いづらかったですね。もう最初の方はちょっと触っただけでスープがこぼれて、で手が疲れてね、もうお腹いっぱいになる前に手が疲れてっていう感じになるんで、毎回野菜大盛りやめとこうと思うんですけど、でも今日野菜もやしとキャベツ食べたい気持ちだったんで、まあいいでしょう。久々に自転車が壊れましたね。このね、後ろのギアが全然効かなくなってしまって、ここの操作するレバーのところから伸びてるこのワイヤーが完全に、切れてしまって、ここが完全に切れちゃって、ここら辺に繋がってるのかな。なのでこの操作した時にその信号がいかなくなっちゃったんですよね。なのでこっちの3段階の大きいギアしか変えられなくなっちゃって、めっちゃ重いです。走り出しも重いで、ちょうどねこれね、一番重い8つ目のギアにチェーンが入った状態で止まっちゃったんで、走り出しがこっちを1にしてもね、むっちゃ重いんですよね。でもね、これ打ち勝ったらここのギアを一番、低い一番軽いギアにこのチェーンを掛け替えれば走り出しは軽くなるけど、こっちを3番目のギアにしてもあんまり速度出なくなっちゃうっていう問題はあるけど、とりあえずそれでしのごうかな。もう修理出すのめんどくさすぎる。あと自転車乗れなくなっちゃうし、とりあえずそれでしのごう。でも結構この壊れまくる私のこのマウンテンバイクにしては修理せずに持った方じゃないかな。多分ね2年ぐらい修理出してないんですよね。結構ね修理せずに調子よく乗れてたんで、まあそろそろ壊れてもしょうがない頃かなと思いますけれども、やっぱめんどくさいな。今日はこいつもう今日一日どころがここ数日はずっと楽しみにしてたテレビスタンドが昨日の夜届いて、もう今日ずっとこれ開封して組み立てるの楽しみだったんですよね。ちょっとその前にコーヒー飲んでから。てかやっぱ、まあ、この時間絶対ラーメン食べたせいあると思うんですけど、もうこの時間マジで眠くなるんですよね。昼ご飯食べた後ぐらい。もう最近はここで頑張って昼寝しないようにしてますね。昼寝した時、昼寝した方が睡眠時間取れるし、めちゃくちゃ気持ちいいんですけど、夜のね、睡眠の質が全然違うんですよね、昼寝するとしないと。だから最近は頑張って起きてます。たまにするのはいいですけどね。ちょっとここ開けて涼もうかと思ったら隣のアパートが工事しててめっちゃうるさいですね。平日の昼間なんでしょうがないですけど、体に響くような音。ちなみにこれ、ここの、窓のところの隙間風対策。これセリアで買ってきた、なんていうんですかね、断熱シート的なアルミのシートですね。こういう。なんて言えばいいんでしょうね。こたつの下とかに引くようなやつですね。カーペットの下とかに敷くようなやつだと思うんですけれども、それロールになってるのを、買ってきて、こんな感じで、これ2つ折りにしてちょうどいいサイズだったので、この窓の下側のところにこんな感じで貼っつけてますね。こんな感じで。養生テープで貼っつけて、ちょっと、カーテン開けると見た目はいまいちですが、しっかりね、ここのつなぎ目というか、この床とのとことかをちゃんと密閉して、この保温シートを貼ってみたら、これ結構効果あって、下からの隙間風的なのがね、完全にはシャットアウトできてないですが、でもだいぶ軽減された感じがしますね。ここでせき止めてくれて、で、かつ、断熱効果もあってっていう感じ。こんな感じですね。
なんかお風呂の蓋みたいな、もう少し分厚くて折りたたみできるような、こういう窓際に置く専用の断熱グッズもあったんですけれども、なんか2000円ぐらいして買うの躊躇したのと、よくよく考えてみたら、ここに置くスペースないなと思って、普通にこの断熱シートで、結構効果ありです。足元の寒さがだいぶ軽減された気がしますね。カーテン閉めとけば見た目悪いのもなんとかごまかせるって感じです。ということでコーヒー飲みます。お供はこいつ。最近お供でこれハマってんのが、無印良品のカカオトリュフヘーゼルナッツ。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。マイブームになってるぐらいすごい美味しいです。これ。おすすめです。無印良品。これ結構普通のチョコとも違う。なんか生チョコっぽい感じでめちゃくちゃ濃厚で美味しいんですよね。これ1個でコーヒー1杯飲めるくらいなんで、結構この1袋で1週間ぐらい楽しめるという。で、300円ぐらいで買えるんで、もう最近はこれ無印良品行くたびに買ってる必須アイテムですね。最近はバームクーヘンよりこっちにブームが来てますね。はい、できましたよ。めちゃくちゃいいですね、これ。高さがね、3、40センチぐらい上がったんで、めちゃくちゃ見やすいですね。で、部屋の遠くに行ってももちろん、こういう障害物とか邪魔にならずテレビが見えると。見た目もいいですね。やっぱりスタイリッシュというか、なんか、テレビが浮いてるような感じになって、付属の足よりも、付属の2本足が取れたことによって、よりこのフレームの中にいいですね、こう景色を映しとくと額縁みたいな感じになって。でね、この首振りが結構こうやって容易にできるんですよね。なので、うちの場合こっち側は窓なんで、こっちに首振りすることはあんまないと思うんですけれども、逆側はこっちの方ね、このダイニングに座ってみるときなんかは少しこっち側に傾けてあげるといいかもしれないし、そんな感じで。深刻な状況かもしれないと思われる場合は、緊急通報サービス、お、またはちょっと待って。こっち側に傾けた方がいいとか言ったら、ちょっと緊急事態だとアップルウォッチに誤解されてしまいましたが、そんな感じでね、もうめちゃくちゃ良いことはもうわかるんですが、少し使ってみて、どんな感じかまたレビューしようと思います。すればやっとですけれども、この iPhone XR やっと売れましたね、メルカリで。壊れてる割には結構いい値段で売れたのかなとは思いますけれども。いやー、iPhone XR ちょっと懐かしいな。これですよ。この角の丸い時代の iPhone。いいですね。やっぱ持った感じはこっちの方がしっくりくるんだよな。でも、今のあれですね、iPhone 15とかからかな ?15 とか16とか少し角が取れましたよね。なのでやっぱり角が丸い方が持ちやすいっていう意見があったんでしょうか。少しデザインが戻ってきてるような気もするんですけれども、やっぱこっちの方が馴染むなということで、iPhone XR おさらばでございます。ちょうど今このテレビスタンドの箱、ちょうどあれで梱包資材が確保できましたね。この外側の段ボールは薄めなんですけれども、このね、なんていうの、発泡スチロールが何気結構分厚いんで、もうこれ緩衝材で、外の段ボールはもう薄いですが、なんかこれでもういけそうです。やっぱね、この昔の iPhone、これAC アダプターとかが付属してた時代の iPhone なんで、結構分厚いんで、コンパクト宅急便では送れないんで、普通の宅急便になりますが、とりあえずこれで新しい人の手元でも役立ってほしいなと思いますね。部品取りとかでもいいんで。いやー、にしてもちょっと名残惜しい iPhone XR。 OK、 発送完了。手袋忘れてめっちゃ手冷たい、赤くなってる。おし、慌てなかった。うまっ。っていうか今冷蔵庫の扉に頭を強打してめっちゃ痛いですね。鼻まで痛くなりましたね。わさび食べた、わさびつけすぎた時みたいな感じになりました。これ今冷凍庫開けようと思った時に、こう思っちゃったんですよね。この冷蔵室の方の扉の取っ手を持ってたんですけれども、冷凍庫の扉が開くと思って、開けたと同時にかがんだんですよ、前に。そしたら
開いたところにここにぶつけたと。めっちゃ痛かった。もうなんか数秒くらい何が起きたか分かんなかったぐらい。もう早くこのテレビスタンドがどんなもんか使ってみたくて、今日はちょっとゆっくり今から YouTube 見ようと思います。夕飯は唐揚げです。とは言っても味付いてないんで、今日はケチャップとマスタードでいただきます。今日はコクハイ、もうこれ3杯目ですね。なんかすごい気分だったんで、これは相性抜群でしょう。そういえばこの前ナスに行った時に買ってきたこのお香立て、めちゃくちゃいいですね。やっぱこの2本ダブルで炊けるのはすごい、このデザイン、この木にこの金属のプレートが埋め込まれてるっていうデザインも気に入ってるし、でこんな感じでちょっとね穴が大きいので、爪楊枝をね一緒に刺して、細い方から刺して使ってます。でこれのねまたいいのが、これこう蓋閉めた時にこの穴から出る感じ、煙がこれいいんですよね。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ前使ってたこのね青いお香立てはね、蓋閉めると消えちゃってたんですよね。お香が酸素が足りなくなって、ここに微妙にこう穴が開いてるんですけど、これでもね穴が少なくて、でもこの今回買ったやつに関しては穴が結構大きいんで、酸素がね入ってくるんで、蓋閉めた状態で煙のこの流れを楽しむことができるって。これほらめっちゃ綺麗じゃないですか。そう、今日のメインはこれ、この前買ったプリュッツェル食べようと思ってね、冷凍してたのを解凍したんですけれども、そういえばと思ってね、夕方に冷凍庫から出したんですけれども、全然まだ2時間ぐらいしか経ってないですが、解凍されてますね。食べれるかな。まあ少し凍ってても温めればいいんですけれども、そう、わざわざこれ用意したんですよ。私がこの缶ビールの中で一番好きと言っても過言ではないアサヒの黒生。これがね、これの白いやつ、普通のビールも好きなんですけど、それよりこの黒ビールがねめちゃくちゃ好きなんですよね。これのさすがに生ビールには負けますが、全ての缶ビールでこれが一番好きなんじゃないかっていうくらい好きですね。でもねこれのね350は結構どこでも売ってるんですけど、500がねなかなか売ってなくて、見つけると必ず買ってるんですよね。近所のツルハトラックで偶然売ってたのを見かけて買ってきたんですけど、ラスト2本だったんですよね。なのでまだ売ってるかわかんないですけど、売ってたら今度買ってこよう。さて、凍らしといたグラスにお、いい感じ。泡立たずに帽子。いただきます。うまい。あっちまで待ちきれなくてここで飲んじゃってますが、うまいねやっぱ。このね、この前これ福島駅に入ってるお店で買ったプレッツェルなんですけど、2種類買って、ノーマルとバター味っていうのを買いました。これね、この前ノーマル食べて、これバターなんですけど、ここに穴が開いてるのがバターだって言われましたが、すごいな。確かにバターの香りが結構しますね。確かにバターの香りもしますし、確かに油を少し多めに使ったような感じの味ですね。雰囲気がしますね。てか何より冷凍しても 1,2 時間外に置いといただけでこんなにふわふわに復活するんだっていうのが素晴らしいですけど、このね少し噛み切りにくいみたいな生地がいいんですよね、プリュッツェル。普通のパンとは違って少し噛み切りにくさがあるじゃないですか。それがビールの美味しさを引き出せてくれるみたいなね。これやばい。めちゃくちゃうまいとこが来ました。このぶっといところに中にどっぷりバターが入っててね、これめちゃくちゃ美味しいです。ここにバターのたまり場がありましたね。でさっきちょっとね温めてきたんですよ。なのでこういい感じにこうバターが浸透してね、ここの部分すごい幸福度高いゾーンです。今日は飲みますよ。最近全然飲んでなくてですね、久々にゆっくり時間があるんで飲んでます。ポテトを揚げてます。ロピアで買ったベルギー産の冷凍ポテト、これがねなんと 1kg も入って398円だったんですよ。すごいコスパじゃないですか。しかもねこれで10回ぐらい食べれるんで、これはもうハイボールのつまみに欠かせない。もう必ず冷凍庫に入れてますね。これちょっと今日買い物に行って気になって買ってきてみたエビ黒ごま。このエビせんべいみたいなの私すごい大好物なんですけど、それに黒ごまを合わせたっていう
やつで。ごまじゃないね。胡椒だわ。ごまって言ってたかな。完全に酔っ払ってますね。こんな感じのやつですね。すごい美味しいです。好きなタイプのおつまみですね。ちょっとこれ朝起きて外見たらびっくりですよ。まさかの雪。マジですか。めっちゃびっくりしたんですけど。今ここでご飯食べながら YouTube 見てたんですけれども、やっぱこの高さあると見やすいですね。ちょうどこういう椅子に座った時の目線の高さになるんですよね、テレビが。なのですごい見やすいです。前は下にかがむような姿勢になっちゃってたんですけれどもね、だいぶこれは楽です。やっぱり雪降った上に今雨降ってるんでぐちゃぐちゃですね。しかし傘なんて差したのいつぶりだろうな。相変わらず長傘は全部なくしてしまったんで折りたたみ傘です。そしてこれ久々にこのノースフェイスのブーツ、これ履いてきてみました。っていうかね、こっちに越してきて初めて履いたかもしれないですね。地元にいた頃は雪が多い時は履いていたんですが、こっちあんまりね、たまには降りますけどそんな雪降ることなくて、どっちかと言ったらね、防水の靴とかはよく履いてるんですが、こういうブーツみたいなのはあんまこっち来てから履かなくて久しぶりでしたね。履けるかなと思ったけど履けましたね。さすがノースペースの、結構ノースペースのね、いいやつかわかんないけどちゃんとしたやつは買ったんですが、多分これ半年ぐらいしか履いてないんですよね。地元に住んでた最後の冬に買ったんで、3月ぐらいにこっちに引っ越してきたんで全然これ履いてあげれてないんですよね。でも履く機会がないという。この前地元に帰省した時持ってけばよかったなと。あれね、年末の帰省の時に、でもね、あの時に正月になったら帰ろうと思ってたんで、ちょっと、予定延長して10日ぐらいまでいたんで、正月は多分雪なかったんですよね。その後降ったんで、予定外だったんでしょうがないんですが、あの時このブーツ持ってったら結構、役に立ったかも。いつも履いてる防水の靴でもそもそも高さが、雪自体の高さがあって結構ずぶ濡れになったりしてたんで、いつもの散歩でこっちの道行くんですけどぐちゃぐちゃなんで諦めます。しかし昨日の昼食べたラーメンビリーのニンニクの後味がまだ抜けないんですけど、かなりニンニクてんこ盛りにしたんでまだ全然抜けません。夜も結構飲み食いしたんですけどそれでも消えないですね。今日はこれはこのナスのペニーレインっていうパン屋で買ってきたパウンドケーキ、オレンジパウンドケーキ、ちょっと大きかったんで半分に切ってみました。美味しいですね。このオレンジの果実がこう入ってるんですよね。香りもいいし、そしてなんかしっとりとしてる系のパウンドケーキですね。ふわっとしてる感じじゃなくて、めっちゃ好きなタイプのパウンドケーキです。今日はまた部屋の DIY ですよ。これで一通り落ち着くかなっていう感じなんですけれども、まずはこのソファーのクッションを重ねただけのこのいつも座っているやつですね。これがね、高さが低くて、この下に木材をこれ重ねてるんで、ちゃんとした土台になる足を作ろうかなと思って、このソファーを解体した時の残骸にこういういろいろと木材があったりとかね、ここにもいろいろ残骸が置いてあるんですが、こういうのを使ってこれの土台を作って、で余った木材でちょっとこのベッドの高さが低いんで、この下にこの木材たちを置いて少し高さを上げようかなと思います。このサイドテーブルと同じぐらいの高さにしたいですよね。ということでやっていきます。どうでしょう。結構いい高さになりましたよ。10センチぐらいは上がったのかな。ほら、めちゃくちゃいい。このテーブルにも高さ近くなったし、このヘッドレストに使ってるこのクッションとも、なんかこれがね、前は飛び出すぎててちょっとバランスおかしかったんですが、なんかちょうど良くなった。そして高さもね、こう、いいですね。このね、前は低すぎて、このベッドに乗っかるときに結構違和感あったんですが、スムーズになりました。このね、ソファーの方は、ちょっと今日はもう木をカットするのがちょっとめんどくさくなっちゃったんで、でもこれできたんで、よかったですね。そして、廃材の数もだいぶ減ったし、なんか、いいですよね。廃材、これ、
廃材使ってベッドの高さを上げたんで、こう、廃材の数も少なくなり、ベッドも良くなったと。一石二鳥です。一番でかかったのが、前のテーブル、前使ってた木のテーブルから取った下地の板、あれがね、畳1畳分ぐらいのでかさがあったんで、あれ邪魔だったんですが、むしろね、その板のおかげで、こういろいろ細かい板が入ってますが、それらが安定してるっていう感じで、こっちで役立ってくれてます。あと、白い天板ね、あれも下に入れました。なので、なくなった。あと、この天板1枚だけ残ってますけれどもね。あと、この板と、この棒みたいなやつは、ソファーの土台にしようかなと思ってますね。これはもう来週ぐらいにやります。で、この下のね、ソファーのこの肘置きだった部分がまだ、残ってるんですけれども、これもね、ばらさないといけないんですが、今度ですね。でもだいぶここ通りやすくなった。で、その代わりに今日はこっちのウォークインクローゼット掃除しようかな。なんかだいぶ汚いんで。あ、でもね、新しい発見。この、前、ここの家で使ってた祖母宅から持ってきたこのシャープのテレビのリモコンがなんと発掘されたと。これね、今、実家に、あのテレビを置いてるんですけれども、リモコンがないということで細かい設定ができないらしいんですよね。なので、リモコンないかって言われたんですけど、パッと見ないんだよなと思ってたんですけれどもね、最近これ発見して、これは実家に持っていくか家族が来た時に渡そうと思います。電池とか入ってんのかなこれ。電池一応入ってるけど、これ動くんですかね。こんな感じで。リモコン白手汚いですけど。ちょっとお腹空いたんでご飯にします。今日はこれ食べます。イワシレモンスープ。これ美味しいんですよね。なんか朝ごはんみたいな雰囲気ですけど、一応昼ごはんですね。もう今日はずっと雨ですね、一日。買い物行こうと思ったけど、行けないな。そういえばなんかいきなり新型 iPad が出たみたいですね。今 YouTube 見てて気づいたんですけれども。これかなあ、これだ。M3 iPad Air。98,000円か。16位と同じ値段じゃないですか。13インチモデルも選べると。98,000円か。何が変わったんでしょうね、これね。何が変わったんだ何が変わったのかわかんないんだけど。あれか、Apple Intelligence のために設計。Apple Intelligence に最適化されたっていうことかな。ただそれだけの違い。やっぱ私の好きなシルバー選べないですね、iPad Air。これプロじゃないとね、シルバー選べないんですよね、なぜか。エアーでもシルバー選べるようにしてほしいです。さっきまで気持ちよくて1時間ぐらいお風呂入ってましたね。ということで、いただいちゃいます。うまっ。これ風呂上がり一番うまいですね。夕飯はパスタにします。これ飲みながら作ります。やっぱこのテレビスタンドめちゃくちゃいい。このね、ベッドに横になった時にね、テレビが見えるのが最高。今まではね、ここに寝転がるとテレビが見えなかったんですが、ここでベッドの中からテレビが見れるのが最高すぎて、今ずっと YouTube 見てますね。そしてこのベッドも少し高さが高くなったので、めちゃくちゃ快適。